Please use English subtitles. 有中文字幕。どうもこんにちは。ジェニュエンウォッチです。今回レビューする時計は2020年2月にグランドセイコーから発売された時計です。ヘリテージコレクションというシリーズの中の一つです。友人にまた貸してもらいました。さて、どんな時計なのか早速見てみましょう。今回の時計です。グランドセイコーヘリテージコレクション SBGH279 マスターショップ限定でオンラインでは発売されていないモデルです。このモデルで一番気になるのはダイヤルカラーではないでしょうか。メタリックなグレーのダイヤルは縦方向にヘアラインが入っています。メタリックですがザラザラしたテクスチャーです。光の当たり方によってマットな印象を感じる時もあります。丸みを帯びたシルバーの秒針。ハイビートです。1秒間に10回ステップしながら時を刻んでいます。ムーブメントは QS85 オートマティックのムーブメントです。このムーブメントはハイビートで精度が高く、日差プラス5秒からマイナス3秒で稼働しています。最大で55時間稼働します。言い換えると2日間は動き続けるということですね。鋭く尖った形状の自信分身。表面はマットな質感です。そして面取りされた部分はミラーポリッシュになっており、キラキラと輝いています。インデックスの形状をよく見てみてください。エッジの立っているバーのような形状のインデックス。面取りされておらず、シャープなエッジがクールな雰囲気です。12時位置のみインデックスのセンターに溝が彫ってあります。インデックスはラインの入ったミラーポリッシュになっています。光をピカピカと反射していますね。このキャプチャーリング、内側と外側で半分に分かれていて、外側はシルバー、内側にはメモリがプリントされています。それによりすっきりしたスタイリッシュな印象になっています。このモノクロのダイヤルカラーにぴったりのアイデアだと思います。高級感を感じるシルバーの枠で囲まれた日付表示。よく見るとバックグラウンドカラーは黒です。正直言うと私の目にはこの黒色のインパクトが強すぎてダイヤルカラーの印象を弱くしている感じがします。次にベゼルを見てみましょう。まずサイズですが、ベゼルの幅は 37.5 ミリ、ガラスの幅は 33.5 ミリ、ケース幅は40ミリ、クラウンを含むと 42.7 ミリとなっています。ベゼル自体の幅は2ミリ。そして面取りされたような形状のベゼルのため、かなり薄いベゼルに見えます。ベゼルに対してガラスの大きさも大きく感じますね。それともう一点、ガラスとベゼルに特徴的な部分があります。ガラス面の方がベゼルよりも高いんです。そのため
複雑な光の反射の仕方をしていて、とても綺麗なんです。次はケースを見てみましょう。曲線と直線を使ってエレガントな雰囲気を醸し出していますね。ヘアラインの使い方がとてもかっこいい。ケースサイドにはこのように細長いサーフェイスにヘアラインを取り入れています。ヘアラインを細長く使うことによって繊細でクールな印象を感じます。そして真正面から時計を見た場合、ケースは曲線のミラーポリッシュの部分しか見えなくなります。私が伝えたかった直線と曲線を使って表現されたエレガント、伝わりましたか？ちなみにガラスを含めた厚みは 13.3 ミリ。デュアルカーブサファイアガラスなので、ガラスが少しラウンドしています。なので、ガラスを含まない場合は12ミリとなります。ケースの3時の位置にはネジロック式のクラウンがついています。正直ケースに埋まっているので回しにくいです。サイズは 6.8 ミリ。そこまで小さくはありません。クラウンを回すとき、心地の良いフリクションを感じます。ネットでは販売されていませんので、ぜひグランドセイコーのお店で試してみてください。ケースバッグはシースルーバッグになっていて、中の機械を見ることができます。グランドセイコーの文字がゴールドで刻印されていてかっこいいですね。正確に時を刻み続けているこの機械を見ていたら、時間はみるみるうちに過ぎていきそうですね。バンドはこのような形状です。バンドの角部がこのようにわずかにラウンドしています。とても綺麗ですね。バンドの幅は徐々に細くなっています。太いところで 18.8 ミリ、狭いところで18ミリです。ちなみにラグの幅は19ミリです。バックルは正方形のものがついています。スマートアジャスターはありません。170ミリの私の腕の上ではこのような印象です。ラグからラグのサイズが 46.2 ミリ。私の腕にフィットしているように感じます。ケースバッグが割と盛り上がっているので、実際よりも厚みがあるように感じますね。そしてケースバッグで時計を支えているような形状なので、ラグの部分は腕から離れています。ラグの幅は19ミリと少し狭いため、ダイヤルが大きく感じますね。重さは 154g。そこまで重さを感じません。ここに時計のサイズをまとめて記載します。ちなみにこの動画で表示してある数値は私が実際に測ったものです。なので誤差の範囲の数値の違いはお許しください。私の意見ですが、バランスの良いサイズだと思います。大きすぎる部分もなく、小さすぎる部分もない。本当にバランスの良い時計だと感じます。ただ、ケースバッグに厚みがあり、実際の厚みよりも分厚いように私は感じました。
いかがでしたか？シンプルでクールな時計という印象のこの時計。ダイヤルの色といい、キャプチャーリングの洗練されたデザインといい、新しいものを私は感じます。日付のバックグラウンドカラーがこれでシルバーとか白だったらどんな雰囲気だったのだろうと興味を持ちました。もしあなたがこの時計を持っているなら、あなたの感想をコメント欄から記入してください。このチャンネルではこんな感じで最新の時計のレビューをしています。もし気に入ってもらえたのなら、チャンネル登録をして最新の動画をゲットしてください。それでは次の動画でまた会いましょう。